最近海外大生からボスキャリの、ね、対策戦略どうすればいいですかってよく聞かれるんだよね DM で。もう11月開催だけどもう準備始まってるもんね。そんな時期だよね。正直に言うとさ、ボスキャリって海外大生のチートみたいなもんじゃない？だって俺らで、IB、PE、MBB オファー取りまくってたじゃん、MBA の頃も含めて3回ぐらい行ったけど、やっぱ行くたびにちょっと目的が違うから、方向戦略も違ったし、凌介はどうだった？俺はね、学部の頃オファー一つも取れなくて、マジで、で院行って戦い方全部変えたから、ちゃんとベインのオファーも取れたから、今日は俺らがどうやって実際ボスキャリを攻略したかとか、チップスとかピットフォールをいろいろぶっちゃけトークしていきたいので、あと俺らが実際使ったレジュメも公開する予定なので、最後まで見ていってください。じゃあ行ってみましょう。トニー戦い方を変えてたってとこ話があったけど、ちょっと具体的にどういうことか教えてもらっていい？まず俺行ったのが3回で、大学3年生で、その3年生から4年生の夏のインターンシップ、2回目が大学4年生のフルタイムオファーのために行って、3回目が MBA の、サマーインターンシップのために MBA の1年の頃行ったね、求めてた業界もちょっと違ったし、使った戦略もちょっと違ってて、まず1年目、そのベインの ACI のインターンシップなんだけど、ぶっちゃけ俺めちゃくちゃラッキーだったと思うんだよね。だから結構9月とかまで真剣にちょっと準備始めてなくて、でだいぶ遅いね。そう、だいぶ遅い。だから、ボスキャリのエントリーシートを出し始めたのがなんか9月10月ぐらいで、超ラッキーでとりあえずベインの面接が決まって、で当日行って、幸いオファーまでもらえたんだけど、他全部落ちたんで、しかも面接にもつながらなかったので、俺なんか適当にリサーチもせずにとりあえず全部出しとこうみたいな感じで全部書類落ちで、ベインだけ面接が来て、でそれ多分もらえてなかったら絶望してたと思うな。3年生の夏何やるんだろうって、じゃああんまりいいアプローチでは実はなかったと。そう、アプローチは、悪かったかな、今は思うね。結果は笑いだけど、結果は笑いだけどだから2年目に行った時は、そもそものアプローチをちょっと変えて、ベインのインターンシップ終わったじゃん、当時インターンシップ中に思ったのが、ベイン一択ではなかったので、どうせ、でいろいろ考えてたんで、その来年の面接の選考とかはもう夏から準備し始めたわけ、これちょっとベインの方には申し訳ないんだけど、ベインのインターンシップ中にマッキンゼーにコンタクト取っていやだって分かんないじゃん、別にインターンシップやったからっていくら海外インターンシップでもそこで働きたくなる働ける環境が、保証されてるわけじゃないから、一応ねリスクヘッジングをしてマッキンゼーに連絡して、ちょっとマッキンゼー興味あるんですけどアプローチをして、でインターンシップが終わった直後にマッキンゼーの面接とかをやってたね。もうじゃあだいぶ前倒しにする準備をしたってこと？そう、インターンシップが多分7月8月とかだったので、それの終わり頃に多分マッキンゼーのオフィスに1回なんか行ってたような気がする。で行って顔出して、その後オンラインで学校戻って9月とか、面接全部やって何回かやって、で10月ぐらいにはもうオファーが出てた。もうボスキャリの前にね。そうで実際オファーレターももらって、BCG の選考もやってて、その BCG のオファーもらって、ボスキャリ行った時にはもうオファーもすでにもらってて、飛行機代もホテル代も全部マッキンゼーが払って、ボスキャリに行ってディナーだけ食べたっていう超ハッピーな飯食いに行ったそう1個も面接やってないわけ？1個も面接やってない。そうなんだ。それ強いね。こういうやり方もあるんですよ。ちゃんと準備してるよね。だからその3年生の苦労があんな苦労しなくてもよかったな。もっとネットワークしてもっと早めに準備しとけばよかったなっていうのが学び出しだったわけね。海外大生の皆さんね、ネットワークとかコネクション作るの結構大変だと思うんですよ、実際我々も苦労したので。ということで今回トニー&リョウスケのオフ会を海外大生向けにですね開催することにしました。6月下旬から、7月下旬でまだちょっと日程決まってないんですけど、開催することにしました。はい、交換留学生含めて興味ある人は下記のリンクをクリックして登録してください。はい、待ってます。実際その俺4年生の俺みたいにもう3年生だけど事前にもう面接全部あってディナーだけ飯だけ食いに来てた人は結構いたんで。でそれ MBA になるとまたちょっと今度違う P とかも受けてたでしょ、その時。それはどう戦い方違ったの？さすがにその大学4年生のレッスンをねあったんで、ベインキャピタルがボスキャリにはブースはないんだけど、ボスキャリの週末にどうせ日本人の学生たちが、日本語スピーカー日本人の学生が集まるんで、会社のボストンオフィスで説明会をやって、でそこでちょっとショートリストされた、候補者は一次二次面接とかも相談もインパーソンでやっちゃうっていうのがあって、それもねもう8月9月かな9月ぐらいからベインキャピタルの人とネットワーキングして
でもうコーヒーチャットみたいな感じでオンラインでやってから、うんうん、で説明会に招待されて、そこで説明会終わった後に多分3人ぐらいは面接にその場でつながって。そのさっきのマッキンゼーとさ今回のベインキャップのそのネットワーキングっていうのはどうやってやったの？リンクドイン？マッキンゼーの場合はリンクドインで DM を送ったり、マッキンゼーはHR の方に E メール公開されてるんで、採用担当者にコールド E メールを送って、俺今ベインのインターンですって言ったら返事してくれて、それ返ってくるんだね。そう、やっぱねフックが大事なの。俺ベインのインターンですって言ったら、確かに。ベインキャップは？ベインキャップはウォートンの、MBA の先輩たちを検索してミューチュアルコネクションで紹介してもらうか、それがコールド DM でリンクで送るか、基本的に海外人材の選考って、ボスキャリ枠っていうよりは海外人材選考の枠が決まってて、ボスキャリはコアな部分なんだけど、 IB の場合も俺、日本の外銀何か所ぐらいエントリーシート出してたんだけど、ここでもうびっくりしたのが、まず MBA に行く前に今ぐらいのタイミングで、東京オフィス説明会がもう行われてる。そう、IB 向け GS とかモルスタとかの海外大生向け、海外 MBA 生向け、入学する前の子たち、入学する前のやつね。そう、で俺それ知らなかったからだからGS とか願書出せなかったな。4年生大学生の学びが、ちゃんとつながってなかったっていうかもっと早くやらなきゃいけない。そう同じレッスンなんだけど、もっと早くやらないといけないし、もっとネットワーキングしないといけない。アンテナ張らないとね、情報が入ってこないわけだ。エロスケは？俺はだから学部の頃全滅したわけよ。もともと俺条件としてコンサルをやりたいです。で US で就職したかったの。なるほど。もう日本帰りたくなかったの、でこの条件で募集しているとこってめちゃめちゃ少なくて、一番有力候補だったのがビッグ4のトランスファープライシングっていう、タックスのコンサルタント、そこは、応募して KPMG の最終まで行ったんだけど、カルチャーフィットで落ちてでも確かに KPMG っぽくないな、いい意味で。そう KPMG のタックスコンサルだから割とおとなしいというか真面目な人がすごい多くて、でそうじゃなかった当時からカルチャーフィットで落ちちゃって。でもすごい面接した人がすごいいい人で、後でE メールしてなんで落ちたのか教えてくれとか、他にポジションないのかとか、他のオフィスないのか、いろいろ相談乗ってくれたらすごいいい印象があるんだけど、最初落ちちゃったわけで、トニーと一緒で、俺トニー以上にだと思うんだけど、俺行ってた大学がピッツバーグのペンシルバニア州ピッツバーグって多分視聴者ほぼ知らない場所にあるんだけど、そこの中でも白人がほとんどのアジア人が 2%、 そのうちの日本人は全学生のうち2人みたいな世界観だから、その情報が本当入ってこないの。だからこのエピソード作っても多分そういう人がいっぱいいるから、知ってほしいなっていうのがあるんだけど、マジで知らなくて、事前準備もそうだし、そもそもどうやって起きるのかの情報もほぼないみたいな。で行って、だから当然のように他のとこもアプライしたけど落ちるわけよ。でそれを一旦得て、でちょっと社会人も一回やって、で友達がもうちょっと聞いて、でトニーと同じ結論にたどり着き、事前準備めっちゃ大事やみたいになって、で俺が大学院科入り直してファイナンスやって、その時にはもう戦略コンサルにやりたいですってなってたから、それもすごい狭かったわけ、俺のニッチが。でMBB プラス片手で数え両手いたかなみたいなぐらいしかアプライしてないの。だからもうどっか受からないとみたいなプレッシャーが自分の中にあって、でもめちゃめちゃやっぱ準備して、で俺のネットワーキング正直しなかった。もう決まってたから、でいなかったの、身の回りにその MBB 出身の人がいいネットワークから来なかったから。で UC のマスターズファイナンスも俺が3期生だから先輩がいないわけよ。あ、そっか。基本的に情報は少ない中で一生懸命やったけど、ネットワーキング本当超少ないで、割とレジュメとケース面接の王道でいかに受かるかっていうのにほぼ全力集中して、でそのタイムライン逃さずに応募してケース面接しようとして、ケース面接ちゃんと受かるようにした。で受かった。俺の場合ネットワーキングめっちゃ頑張るっていうよりも、王道プロセスでどう受かりますかのチェックポイントをめちゃめちゃ集中して準備した。で受かったって感じ。王道プロセスのチェックポイントで具体的に何があるの？要はもう本当戦略コンサルだったから、分かりやすくレジュメの中身とケース面接、であとはカルチャーフィットで5社ぐらいしかなかったからがどんなカラーだったのかっていうのをものすごい聞く、調べる。
ボスキャリってまずレジュメがめちゃくちゃ大事なので、レジュメの書き方とかよく分かんない人って多いと思うんですよね。そうなんで今回我々がですね実際ボスキャリでオファーをもらった時のその正解のレジュメをですね無料で配布することにしたので、興味ある人は下記のリンクからダウンロードしてみてください。学部バージョンも MBA バージョンもあるんでぜひ見てください。確かにコンサル目指しだったらネットワーキングは、面接までは大体みんな頑張ったら、ね、面接の枠はもらえるんでそこまで困らないと思うけど、ネットワーキングが役に立つのはボスキャリの前に内定をもらえるようにしたかったら前もってネットワーキングして、オンライン面接をやるっていう方法はあるよね。だから合格するまでそれ知らなかったもんそんなルート誰も教えてくれないし、そう誰も教えてくれないしネットワークもなかったから、いやなんか今でこそね多分もっとネットワークして聞けばよかったなってすごい本当に思うけど、やっぱ当時まで遡って社会人もやってたけどたどり着かなかったもんそこに。トニーさんも涼介さんもボスキャリ受けられたと思うんですけど、今ボスキャリ受けようとしている学生に向けて、当時これ知っとけばよかったなみたいな情報とかってあったりしますか？まずはネットワーキングの非常な大事さだな。やっぱこういう就活の情報は人をいっぱい知らないと人といっぱい喋らないと分かんない情報が多いんで、ネットワーキングがなぜ大事かというと効果は主に2つの効果があって、1つ目は面接にとにかくつながらないといけないので面接の自分のシートを確保する効果と面接に受かる内定をもらえる確率を高めるっていう2つの効果があって、特に海外大の場合はそもそも面接の枠が限られているのでその枠に入るために、人といろんな人と、話しておいて顔出しておくとショートリストに入れる確率が高くなるっていうところがあって、で2番目の効果はやっぱそのコーヒーチャットって、単純に顔出しをするんじゃなくて、会社についていろいろ質問するじゃん。でその人のいろんな経験談とか聞く機会があるんで自分のその会社とその仕事の解像度がめちゃくちゃ上がるわけだから、面接に行ってで実際こいつコンサル、IB ちゃんと分かってるなっていうことが分かるから合格する内定もらえる確率が、比較的に高くなるっていうの効果があると思う。そうね、なんかネットワーク超大事で、やっぱ俺当時でもまだできてなかったのなんか背景としてやっぱ全然コネクションがない大学院に行ってたから環境だったからっていうのがあるんだけど、でそういう人多分いっぱいいると思う。この前なんか俺がコーヒーチャットした人もアメリカの田舎の大学で全然その日本人卒業生がいませんみたいな。でそういう人ほどネットワーキングの機会を自分から作るのが大事で、でも具体的な方法としてはリンクドインの自分のプロフィールを充実させた上で、自分の働きたい会社で働いている人にリンクドインのコールド DM を送る。もう100件でも200件でも送った方がいいと思う。何がネットワーキングで一番難しいかって多分返事をもらうことなの。そこで返事をもらう確率を上げるのはネームドロッピングとか共通項がある、この人助けてあげようって何かしらの理由があることが大事で、で同じウォートン生ですよってなったら俺もなんか数年前就職苦労したし、話聞いてあげようってなるとかいうのがやっぱあるわけっていう、そのネームドロッピングと共通項を見つけるっていう意味でその MBA もしくはトップティアのスクールに行ってるのが一番価値があると思う。その就職においてはね。なんかでも共通項は本当になんか最悪薄くてもいいのよね。私もアメリカの大学通っててみたいな、イギリスの大学通っててみたいなでボスキャル行くんですみたいな、そのレベルでいいのよね。同じ大学とか同じなんか高校とか同じスポーツとかじゃなくても、それか私もこういうインターンやってましたみたいなのもいいし、それでもいいし、なんか共通項何でもいいから薄くてもいいから出して、で俺らも実際コーヒーチャットいっぱいしてるぐらいだから、なんか多分返信率の高い低いはあれど出さないとネットワークがない人ほどもう一緒ゼロのままだから、それはこうちょっと怖いけどコールド DM しまくった方がいい。ネットワークが大事ってことだったんですけど、お二人ともコーヒーチャットってどれぐらいしましたかね、回数？いや多分数えられるぐらいやったから何百件はやってると思うな、最低で。でもそうだね、いろいろやり方とかいろいろタクティカルな話もあるんで、そこは多分、視聴者の皆さんちょっとネットワークのやり方興味あったらコメントに興味あったらコメントに残してください。トニーが解説エピソードを作るでちょっと Tips2 いくと、なんか俺らのどっちも出てきたけど、準備はとにかく早くした方がいい。俺これリリースするのが、6月の前半ぐらい。これ見たらもう始めてください、マジでもう始めてください。でこれは、始める内容はいくつかあると思うんだけど、そもそも BCF 行ってその応募可能な見るみたいなのもそうだけど、レジュメのポリッシュをとにかく頑張る。これレジュメも一発でなんかね決まるから。でコンサル行くんだったらケース面接だし、 IB とか PE とか行くんだったらその金融系のケース準備で、いわゆるね準備でね、その学知化の話とか志望動機、業界研究
みたいなのはもうどんなに早くても困ることはないし、なんならなんか今から本当にやりますが3年生だと多分なんか本当に始めてる人よりは 2,3 週遅れてる可能性があるから、マジでもうとにかく早くやった方がいい。まあ、学部生だったら、まあ、そうだネットワーキングの一環として、まあ、選抜コミュニティとかも、まあ、考慮した方がいいかな。特になんか学校の、まあ、自分の母校のアラムナイが少ないかったりしたら情報量かけたら、まあ、そっちこそ多分、ね、選抜コミュニティとか調べた方がいいかも。俺当時知らなかったけど、その選抜コミュニティというものが存在しててですね、皆さんでこれはなんか日本の国内だけがメインだけど、まあ、海外大生も多分入れるやつで、まあすごいセレクティブなコミュニティがあって、そこでなんかネットワーキングとかアラムナイとかのネットワークを作れるものがあるらしくて、まあ、これに入るのにも選考があるらしいんだけど、まあ、一旦調べてみて自分が入れるか試してみる。でこれはまあ、最後入れなくても全然いいんだけど、知識としてそういうのがあるんだって、そういう土俵で戦ってる人がいるんだっていうのはやった上で戦いに臨むとまたちょっとね広がるね、選択肢は。なんかすっごいボスキャリのタクティカルな細かい話なんだけど、なんか全ての予約をマジで早くした方がいい。今やってもいいよね。そう今もうとりあえずもう行くこと決めて飛行機と宿は取った方がいい。で飛行機も多分金土日で毎日あると思うんだけど、ほとんどの勝負は金土で決まって日曜日の消化試合、だからでなんなら木曜日に選考会が事前にあるやつとかもあるわけ、会社によっては。だから水曜日ぐらいに到着して、で時差がある人だったら火曜に着いてもいいぐらいでも早めに到着して、ボストンで優雅なひとときを得て睡眠も環境も万全な状態で臨めるように、まあ、全て予約した方がいい。授業ありますけどどうしたらいいですかって、まあ、聞かれるけど、いや休めよそんなもの休みなさいだからなんなら俺確かその試験とかもその当時あった気がするんだけど、まあ、プロフェッサーに行って人生で一番大事な就活イベントがあるんでどうにかしてくださいって言ってなんか寝言った記憶あるもん、どうにかしてくれる。そう大学の先生もねちゃんと分かってるからその辺は、行った方がいい。まあ同じ話で当日ね到着する人もいるけど荷物預けてたりとか、なんか道迷ってたりしてタイムロスしてたらもうそれだけでもね大事な就活終わっちゃうから、そんなことすることがないように早めについて早めに予約してはマジでおすすめです。あとは、業界をちゃんと決めて自分が、ね、興味がある会社のショートリストをちゃんと作って事前にリサーチをして準備をちゃんと、ね、フォーカスしてやることは大事だと思うんだよね。オプションがあるからこそ迷っちゃうんだけど、なんか商社も受けたい外銀も受けたいコンサルも受けたい大体ね多分受かんないからね。どっか一箇所は受かるでしょっていう気持ちでばらまくとさ、まあ、受かるかもしれないけどいいやつ受かんないからさ、がなんかちゃんとその外銀とコンサル2個ぐらいに分けてこの2つの準備をちゃんとしますぐらいになんかまあマックス3できれば 1,2 に多分業界は絞った方が合格率圧倒的に上がると思う。似たような意味でウォークインにあんま頼らない方がいいと思う。これ皆さん肝に銘じてください。ボスキャリはボスキャリの当日にはもうほぼ終わってると思ってください、事前準備がほぼ全て。トニーみたいにねもう事前にオファー出てるやつがいっぱいいるっていう、なんか同じ土俵でいないのよその金曜日朝これねマジで意味わかんないんだけどそういうもんなんで、マジで事前準備でいかに早くアプライしてネットワーキングして進めるかっていうので、でも俺はでもちゃんと、事前その面談とかあったけどちゃんと当日に面談最終面接やってその日にオファーもらったタイプなのね。だからそういうパターンもあるんだけど、圧倒的にもうそして差がついちゃってるから、もうウォークインはもうなんか採用側にいた時の話もすると基本的にもその事前のこの枠があって、ここでほとんどその8割とか9割とか埋めて、ウォークインで万が一来た人がいい人が来た時に見逃さないようにねってすごい枠を抑えてる時があるんだけど、この枠少ないんで基本的にこっちの方がある種倍率は低くてウォークインの倍率めちゃめちゃ高くなるから、もうこれは事前にどれだけやれるかが本当に勝負。あと自分の体力的にもさ、やっぱ前もってもちろん最後までオファーが決まってないかもしれないけど面接の半分ぐらいを来る前にオンラインでやっとけばさ楽じゃん、来て結構バック2バックで面接してたら自分のパフォーマンスが下がっちゃうかもしれないし、だからなるべく早めに準備してウォークインは最小限にした方がいい、あとはディナーね、ボスキャリ特有なやつだからねディナーの戦い方はやっぱ存在してて、そもそもディナーは選考の過程じゃありませんとかいうよくわかんないこと言ってる人面接官側でいるけど全部嘘です。あれは皆さん全部嘘ですで、ディナーってまず何かというと、オファーが出そうな人か、オファーがすでに出てる人を一箇所に呼んで、ステーキというのはボストンステーキ有名なんで、ステーキはシーフード、そうシーフード、そうで食べながら観察する、この人がソーシャルなところでどういう行動を取るのかっていう感じで、
これ面接官側から何を見てるかっていうのを一応説明しておくと、会社によって違うんだけど、結局そういうプロフェッショナルだけどちょっとカジュアルな状況に置いた時で、お酒も入って、そのチーム内でやる時も時にクライアントに行くこともありますってなった時に、この人は変なことしませんか、ちゃんとソーシャリーアクセプタブルビヘイビアをできますか、面接の中でこう型だけでやったんじゃなくて日常会話もスムーズにできますかみたいなところが見られてるわけ、だからそういう意味ではその合格したいってなった時にやんなきゃいけないのは、いわゆるテーブルマナーみたいなある程度知ってるって話と、お酒必ず出てくるんだけども、これは飲みすぎないように気をつけましょうという話と、戦略として一滴も飲まない人もいるしね。いる俺普通に飲んでたけどあとはその会話をやっぱその楽しくする。でこれはそのコミュ力高く場を盛り上げろって飲み会の話をしろって話じゃなくて、人間対人間でこういうことなんですか、こういうことなんですよっていうのは普通にこの好奇心の上で会話が成り立つじゃん、それを高いレベルって言ったらあれだけど、普通になんか気まずい雰囲気が流れないように話を回せるぐらいに、質問の話とか、なんか自分の趣味の話とかでもいいんだけど、ちゃんと話せるようにしておく。変に目立たなければ多分大丈夫。そう変なことしなければ別に受かるんだけど、その要はネガティブがないですかっていうネガティブチェックではの方が強いから、でも飯はうまいのでちゃんと食べてください。いやマジ味覚えてないけど緊張してたから飯だから余裕がある人は楽しんでいいんだけど、余裕がない人は飯とお酒の味は何でもいいんでちゃんと面談に集中しましょう。確かにね。入ってからいくらでもタダで美味しいものが食べれるんであと最後は海外大生じゃなくても、国内大生でもトランスファーで、交換留学でアメリカとか行って、でその交換留学中にちゃんとボスキャリ行けば普通に海外大生と同じようにオファーもらえるケースもあるから、ぜひ、どうせ行くんだったら挑戦してほしいかな。そうね、グレートベネフィットだし、対決する相手のレベルは確かに高くなったりするかもしれないけど、圧倒的に母数が少ないから、多分合格率みたいな話でいくとよっぽどボスキャリの方が多分国内選考を直接行くよりも有利、ボスキャリ選挙も大事だけど、アメリカ生活もね満喫するってことが大事なんで、それをどうすればいいかって話を我々このエピソードでも話してるんで、それもちょっと見てみてください。それじゃあまた。